姉さん、姉さん。あれボンタンが2人いる。もう寝ぼけてないで静かにして。どうしたの今日、家に来てから寝てばっかりだよ。久々に完結したもんで眠って。どうせまたゲームでもしてたんでしょ。ダメだよ、私はお肌の敵なんだから。いやでも寝る前にコンビニへ行ったのがファインプレーだったね。コンビニ、真夜中に、そうそう、今日のこともあったから近所のローフンまで行ってメガシャキーンと朝ごはんだったんだ。姉さん知ってた？深夜コンビニへ行くとちゃんとした睡眠が取れなくなるんだよ。そうだったの？だから今朝起きたと変に頭痛かったのかな。やっぱり。脳が十分休めてない証拠だよ。でもどうして睡眠が取れなくなる根拠は？私たち人が夜になれば眠くなるっていうのは当たり前でしょ。まあ生活サイクルにもよるけどね。それで、眠くなる要因として睡眠ホルモンというものがあるんだけれど、その正体は夜のような暗い環境下で脳から分泌されるメラトニンという化合物なの。医学の世界では睡眠障害の治療薬として使われていたはず。要は眠くなるのを助けてくれる物質ってこと？ものすごく簡単に言えばそうなるかな。このメラトニンは朝どれだけの日光を浴びたかで夜間の分泌量が変わってくるの。日光を浴びた分日中のメラトニン分泌量は減少、その分夜に増加って感じで。例えば、眠くなるはずであろう夜にコンビニやスーパーのような明るい場所へ行ったとするよ。短時間ならまだいいんだけど、15分、30分と長時間お店にいるとメラトニンの分泌が止まってしまうんだ。これはコンビニ内の照度がメラトニン分泌を妨げるのに十分な明るさを持っているからなの。つまり、夜なのに脳が朝だと勘違いして覚醒状態になってしまうわけ。そうすると、夜なかなか寝つけなくなったり、寝られても睡眠が浅くなってしまい寝不足に。といった事態が起こる。ここまでわかったかな？結構難しい話をしてるけど。だいたい理解できた。なるほどね。ちなみにそのコンビニの照度ってどれくらいのものなんだろう？脳が覚醒しちゃうくらいの明るさなんだよね。人の脳が覚醒する照度がおよそ2500ルクス程度なのに対して、夜間のコンビニ照度はだいたい500ルクス。メラトニンの分泌が減少しやすくなる照度が300ルクスくらいだから、分泌を減少させていくには明るすぎるくらいだね。もし夜コンビニへ行くにしても用を早く済ませてお店を早く出る。サングラスをかけるといった対策がおすすめかな。やっぱりポンちゃんは博識だね。おかげで生活習慣の見直しができそうだよ。お役に立てて何より。これからは、眠くなったらコンビニ前で車中泊することにするよ。そうすればいつでもコンビニに寄れて寝られて一石二鳥。本当にわかってる？最後までご覧いただき、ありがとうございました。このチャンネルの登録はお済みですか？まだという方は、この機会にこのアイコンから登録を。そして、動画の高評価もお待ちしております。画面右上のアカウントでは私が出演する作品情報を発信中です。よろしければこちらもご確認ください。